アナツ大陸には多くの遺跡が分布している。これらの遺跡にはどんな秘密が隠されているのか。私はふーちゃんです。今期は遺跡の秘密を持ってきた。これらの遺跡がどこから来たのか気になりますか？初めて時空を遡って成功した後、ハイカンドは世界各地に時空医を作りました。時空反転エンジンを設置する。しかし実際には、これらの遺跡は全て海洋取得が建てたものではありません。正確に言えば 90% は違います。遺跡の前身はとっくに存在していた。彼らは植民地者が間干しに来る前に。原因は4つあります。まず遺跡で採用されている建築材料です。遺跡のレンガと大世界で出会った材料は全て違います。古い技術の匂いが漂っています。注意深く観察してみると、人間が建てた建物は遺跡とは違うことがわかります。2つ目は遺跡の中の彫像です。彫像とエダ人には共通点は何も見つからない。エヴァの活字なら、建てられた遺跡。これらの彫像を置いて、明らかに何の理由もない。神経でも、こんなことになるはずもない。まして彼らは大衆に知られない極秘の存在で、このように彫像を大きく建てました。明らかに賢明ではありません。3つ目は遺跡の損傷の程度です。紀元2547年、植民地者は間に上陸した。西暦2712年、主役が救われる。まだ200年も経っていません。遺跡の破損の程度は驚くべきものだった。これは明らかに不合理だ。4つ目は遺跡のドラム缶の説明です。このドラム缶は遺跡を採掘するためのものです。以上のことが分かりました。今私たちが見ている遺跡は何を経験したのか話してみましょう。まず、アイダの先住民が遺跡を建てました。しかし、彼らは行方を知らなかった。そして、地球植民地者がアイダに上陸した。当時の権力者は旧連邦だった。彼らは遺跡の存在を発見した。遺跡周辺に基地を建設し始めた。遺跡を採掘する。C3、E3 はいずれもこれを証明できる。そして大災害が発生します。ハイガルドは遺跡を研究室に変えます。非人道的な実験を行いました。目的は以下による問題を解決するためです。室温計画、刻印理論、共生体の研究を進めた。アポフィスの原型を作りました。イカ社を強化した。抑制器の研究と出産に成功するまで。このは略奪者やアイダの子も遺跡に興味を持ちました。彼らは元のスタッフを追放した。遺跡を占領した。それが遺跡に彼らがいる理由です。しかし、彼らが占領しているのは表面や奥のイカ実験体です。消滅していません。これもボスの一部の由来です。遺跡の中には柵や網が見えます。これらはすべて彼らの拠点の改造です。しかし私たちが戦った遺跡はこれだけではありません。ハイガルドの純粋な研究室もあります。これらの場所には遺跡の存在はありません。典型的な特徴はここの壁はレンガでできていることです。B2 と E2 遺跡を代表します。その後、ハイエナギャングに占拠された。拠点になった。今期はここまでにします。次は遺跡で起きたことについて話しましょう。ハイカーダーの知られざる闇実験についてお話しします。風に注目して違う幻の塔を体験します。